は新年キャラクターの性能と相性のいいキャラを解説していくぜ。おお、新年キャラの性能気になりすぎる。結局どれぐらいの強さなのか、どんな編成にすればいいのか教えてください。ではまずはじめに速攻式の神を下ろす祈祷師の新年、白霊青霊夢の性能から見ていくぜ。前回見た時はすでに他のエピックと破格の強さになっていたけど、結局どうなんだ？まずステータスの方を見ていこう。まず速攻式の青霊夢なんだけどステータスが異常でなんと速力2000に設定されてるんだ。おそらく速力2000は歴代で初だな。攻撃力2000とかはいたけど、その他の値で2000超えというのは珍しいよね。攻撃力も1800とそこそこ高めに設定されていていい感じのステータスだな。もうすでに他のキャラと一線を画しているよ。4.5 周年記念の攻撃式社名丸綾と別格ですな。あれは2024年最大級の謎です。そしてついに判明した能力とスキルを見ていこう。まず能力は有利属性に与えるダメージを 40% アップ。結界異常凍結帯電毒切りの結界。1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ。ブースト使用時、味方全体のクリティカル命中を1段階アップ 1T。といった感じで最近では珍しい有利属性ダメージの倍率が高く、結界異常で攻撃面をアップができる。ブースト全体のクリティカル命中を1段階アップ 1T があるので、常にクリティカルが狙いやすくなるのはいいね。スキルに関しては3ターンで使える毒切り3枚付与霊力、命中アップが魅力的だな。他には案外いなかった味方の凍結付与持ち。ということは水着キャラと相性いいじゃない。そうそう、水着キャラは凍結で能力アップが多いが案外味方に凍結付与キャラが少ないのでかなり追い風だぜ。自身ではあるものの速力を5段階強化もすごいな。そして筆頭すべきはスキル3で味方全体の速力2を3段階アップ 3T。味方全体の陰光とクリティカル攻撃を3段階アップ 3T。味方全体の結界3枚増加。へえ、陰光とクリティカル攻撃を3段階アップという書き込みは初ですな。これにすると、よりスキルの効果を増やすことができるので、青霊夢は他のキャラとスキルの数が多いことになるな。そして注目すべくは味方全体の速力2を3段階アップ。速力ランク10だった場合約2倍にしてくれるので通常の速力の8倍にしてくれるというとんでもスキル。速力10段階までたどり着けるキャラはかなり多いのでこのスキルの恩恵はやばい。また味方の結界増加3枚と副霊なんかでも活躍できるスキルを持っているよ。ではスペルカードの方も見てみよう。全体スペルの効果は、攻撃前効果は自身に結界異常凍結を3枚付与 3T。相手全体に結界異常毒切りを3枚付与 3T。味方全体の回避を3段階アップ 3T。攻撃後効果は、味方全体の霊力を 0.50 上昇。霊夢回避つけられがち。弾幕シューティングは避けゲーだから主人公の霊夢につけたがるのかな。スペルカードはどちらも味方全体の霊力回復を持っていて、めちゃくちゃに優秀。どっちもあるのは偉いわ。ちなみに単体スペカが霊力配布量が多いので注意してね。そして毒切りブレイクはやはり少し残念ポイント。霊夢は陰光タイプなので延期を下げる燃焼ではないとダメなのよね。そう、噛み合ってないわけだな。特攻範囲は狭いけど数は多いのでなんだかんだで当たるかも。まあ能力でクリティカル確率を上げれるのでそんな気にならないと思うね。そして残裂弾の威力が 50% から 60%。これ、もったいないわ。せっかく速力ランクに持ちにしたのにあんまり倍率が高くない。確かに、初段で 50% はかなり低いな。残裂弾の数も少なめだしもう少し残裂弾の数を増やす回力を上げてもよかったのではと思うな。単体スペカは残裂弾の威力が110と非常に高く、特攻範囲に関しては幻想郷と妖怪特攻を持っていて9割クリティカルを出すことが可能。究極的範囲の特攻が2つも入ってるの？単体はかなりの高スペックですな。ただこちらは副霊などで軽減を食らいがちなお札弾なんだよね。それはまあ霊夢だから仕方がない。その他スペルカードにはどちらもスタン持ちで相手のターンを減らしやすい。おお、それは強いな。結界が少ない状態で戦う副霊120レベルとかにとても効果的だな。そしてラスはだけども味方全体に陰光2を2段階アップも可能だぜ。特に高難易度チャレンジみたいな長期戦ならこの恩恵は非常にでかい。短期戦なら青霊夢のラスワを少し早めに打つといいね。そしてこちらは 240% という赤水着マリサと並んで2人目の最大速力倍率を持っているぜ。ただこちらもせっかく速力を爆上げしているのに残裂弾が3つしかない。1つ 60% だしな。それはかなりもったいないな。結局速力がかなり高くてほぼ全弾に残裂弾を積んでいるキャラと大差ないかもな。確かに魅力的なものはあるがちょいちょいもったいない要素があるね。続いて公務の魔女の新年、霧雨赤マリサの性能を見ていこう。まず赤マリサのステータスは、攻撃式の赤マリサのステータスは攻撃力が2000超えとこちらも優秀。2000超えは希少ですよ。そして大晦日までわからなかった能力は、有利属性に与えるダメージを 40% アップ。結界異常凍結帯電の結界1枚当たり速力、命中、回避が1段階アップ結界異常毒切り暗闇にかからずに霊力を 0.20 上昇。ブースト使用時、味方全体のクリティカル攻撃を1段階アップ 1T。結界異
上で速力と命中を上げられるのね。またブーストでクリティカルを上げれるのもいい。そしてスキルに関しては異常すぎる。スキル1と2で相手のクリティカル防御を低下でき、合計6段階下げれるぜ。クリティカル攻撃を上げるのが得意なキャラが多いけど防御を下げるのは案外少ないのでいいですね。またクリティカルと攻撃力アップももちろん可能。そして筆頭すべきは霊力蓄積スキル。なんと驚くなかれ、2024年 VV 言わせてきたレリック河川より高い。味方全体の与えるダメージを最大 125% アップ。つまり 2.25 倍のダメージ増加が可能。減るどころか増やされたの？これが主人公補正ですよ。ただ注意点があって、確かに高くはなっているが、レリック河川と違って持続ターンが1ターン短くなっているんだ。さすがにそこは調整されているのか。なのでレリック河川のように2ターン目にブレイクして3ターン目でいざ殴ろうとしたら、火力が出なかったなんてこともあるから気をつけてくれ。そしてスペルカードもぶっ壊れでした。全体スペルカードの攻撃前効果は味方全体のクリティカル攻撃を3段階アップ 3T と味方に凍結付与が可能。そして帯電を付与して1ターン6枚ブレイクすることが可能。十分なブレイク力も持っているね。さらに驚愕なのが全体スペルに幻想郷特攻という超広範囲の特攻を持っているんだ。スペルカードで幻想郷特攻持ちってマジ？さらに初段から 120% の残裂弾を持っていて、レリックレイムを超える究極的な全体スペルカードとなっているな。それに加えて 2.25 倍のダメージ増加って正気の沙汰じゃないでしょ。マジでいろんなステージをゴリ押し火力で破壊してくれるぜ。ロスワは火力だぜ、になりそうだ。また星と水属性という組み合わせもいい。水属性は水着キャラと組みやすいし、相手が水着キャラだった場合は水属性が弱点の時が多いので、めちゃくちゃいい属性。さらに星属性もやたらハマることの多い属性なのでマジでいろんな面で強い。単体の方はどうなの？単体スペカも異常で過剰にヤバいです。まず攻撃前効果で単体3枚帯電付与と速力アップが可能。さらに初段の効果で自身の陽光2段階と命中を1段階アップさせられるんだ。それはやってんな。そして特攻の範囲はそこそこ広めで何かしらで当たると思うよ。さらに初段には 160% の残裂弾を持ってるんだ。その他も 120% とめちゃくちゃ高い。ほぼラスワみたいなものじゃん。ああ、体験探索で殴ってみるとワンパンでした。さらに攻撃後の効果は結界2枚回復と霊力に回復もできちゃう。まあ霊夢も強いけどあまりに接待しすぎでしょ。ラスワもこれまたぶっ壊れです。攻撃前効果のこの量を見てください。これがロスワの新時代か。陽光をとクリティカルを格段に上げつつ、クリティカルデバフで追い打ち、しかもブレイクもできるという、まさに公務という感じになってます。もちろん 200% の残裂弾と幻想郷特攻を持っていて、最強クラスの火力を持っているよ。速力も抜群に高くて、2.25 倍のダメージ増加、圧倒的なクリティカルダメージ、その他高品質支援。爆絶的に意味わかんないです。いやそれ別のソシャゲの新春キャラの名言でしょ。はい。めちゃくちゃな強さすぎてみんなも色々理解できてないと思うぜ。私も最初そうだった。こうなるとマジで白フェスの価値が本当にないですよね。最新のかなこ様はまだ多分上だけど、サナエに関してはさすがに超えられてますね。こうなってくると5周年も怖いぜ。それでどっちの方が強いか問題についてはまあわかると思うが、新春赤マリサの方だな。でしょうねダメージ増加の方がやはり誰でも恩恵があるというのが大きいし、スペカはどちらもマリサの方が断然上で、レイムはちょいちょい怪しい部分があるが、マリサはほぼゼロ、というかないね。次紹介するけど編成の組みやすさも圧倒的に赤マリサだぜ。なのでもしどっちを引くかで迷っているなら先にマリサを引いた方がいいぜ。レイムもまあ全体でもトップクラスではあるけど、ベニマリサが圧倒的すぎたわ。それで二人はどんなキャラと組ませるのがいい？まず青レイムと相性がいいキャラは、レリック河川だぜ。ああ、そっか。そこで繋げられるじゃん。そう、河川は陰行キャラであり見た目通り残裂弾を得意とするキャラクター。さらに属性も非属性なので同じステージでいけるケースがかなり多いぜ。そしてやはり元祖最強派遣スキル火力2倍にする霊力蓄積でレイムを限界以上の火力を引き出せることが可能。新春青レイムは一応霊力配布もできるので、誰か霊力 1.5 配布できるキャラと組み合わせれば初期ターンで霊力5までいって火力2倍にすることもできますね。二人で速力アップをしつつ火力2倍蓄積で殴れるのでいいコンビよ。めちゃくちゃに相性いいじゃん。歴代レイムというと、陽光タイプだったのでここに合わせるために今回陰行にしたのかもね。もしそうなら燃焼付与キャラにして欲しかったところではあるな。あと注意点として青レイムは凍結を配るんだが、河川は特に凍結のデバフはないので結界を使ったりして減らすようにした方がいいぜ。了解です。次に相性のいいキャラクターはジェニック幻月だぜ。彼女たちも非属性の陰行なので相性がいい。またバリバリの残裂弾タイプなのでレイムの速力アップとよく噛み合うんだ。幻月は1ターン使えば速力6段階アップさせれるのでレイムの速力はすぐ20段階になるぜ。さらに速力ランク2の3段階アップで究極的な火力を引き出せれるよ。また青レイムは陽光アップはそこそこなので、そこも幻月で補えれるぜ。さらにレリック河川と同じダメージ増加とクリティカルダメージ増加ができるのでさらなる火力を引き出せれるよ。レイムはクリティカル命中アップがあるので相性がいいね。ただ青レイム
は1人カウントなので現月を最大限に活かせられないところはあるな。あと現月は凍結耐性がないので霊夢の凍結付与はデメリットになっちゃうね。ちなみに最近出た残夢様もめちゃくちゃ相性がいいよ。なるほど、似た者同士の残夢様は伏線になってたのね。それでベニマリサと相性のいいキャラはどうなの？赤マリサの方は非常に多い。陽光残烈タイプなので言わずと知れた主人公即力陽光アタッカーレリックマリサ、レリックレイム、エピック赤マリサとよく噛み合う。全員星属性持ちで陽光、残烈弾タイプなので相性いいのか。ただ新春赤マリサは凍結を味方に配布するんだけど、レリックの方は凍結の耐性はないので注意。水着赤マリサはもちろんバフに変換できますよ。他に相性のいいキャラはエピック水着みよいちゃんだぜ。なるほど、最近みよいちゃんに情報修正されたあれが相性いいのか。みよいちゃんは水着キャラらしく凍結にかからないので赤マリサの配布がデメリットにならない。また星属性と水属性を扱うので属性相性もいいんだ。さらにみよいちゃんは情報修正で手に入れたあれが噛み合いすぎる。味方全体のクリティカル攻撃力ランクに2段階アップ。先ほど紹介したようにマリサはクリティカル攻撃力アップが得意なんだけど、みよいちゃんのランク2でその限界を超えることが可能。クリティカルはダメージを数倍にしてくれる要素なのでダメージ増加と非常に相性がいいのよね。その倍率を究極的に上げられるって、想像するだけでやばいわ。仮にクリティカル攻撃10段階まで上げると通常時の5倍のダメージプラス 400% となり、ランク2の2段階アップで通常時の8倍のダメージにすることが可能。そこに 2.25 倍が上乗せすると、18倍に。マリサの18米海王剣ならフリーザ様もワンパンでしょう。それだけではない。みよいちゃんは実は残烈弾タイプであり、通常の速力アップができるだけではなくて、ラスワでは味方全体の速力にを1段階アップ5 T があるので赤マリサの速力の限界を超えさせれることが可能。速力面での支援も噛み合ってるのか。これは相性抜群としか言いようがないな。しかもタワーキャラ同士という部分も噛み合ってるしね。そこの噛み合いは別に言わなくていいですよ。あと白フェスだけど天使サナエもめちゃくちゃ相性いいよ。同じ帯電ブレイク型で星属性なので非常に噛み合う。サナエは凍結もかからずに回復できるしね。といった感じのキャラと組み合わせると新春キャラを活かせることができるので、もし引けた方は福袋ガチャで今紹介したものたちを引いてみるといいかもね。あと相性のいい絵札についてなんだけど、新春青レイムは今福霊で出ている神を下ろす祈祷師の信念を装備するといいぜ。装備スペカの非属性の威力を 50% アップ 1T。装備スペカのお札弾の威力を 50% アップ。速攻式が使用時に対象全体の陰謀を2段階ダウン 2T。カルマスピードの陰謀低下版ですな。そうそう、全体スペカとラストワードに相性がいいので、福霊で集めておくといいぜ。あとは攻撃式用だけど、ファントムペインもおすすめ。こちらの効果は装備スペカの非属性の威力を 50% アップ 1T。装備スペカの斬撃の威力を 50% アップ 1T。攻撃式が使用時に味方全体のクリティカル命中を1段階アップ 3T。となっていて、クリティカル命中は上げれないけど、非属性弾の威力を上げつつ、青レイムの売りである残烈弾の威力を上げることができるんだぜ。なるほど、確かにこれも相性がいいね。ラスはならこっちの方がいいかも。速攻で強くしたいならメイン探索にある巫女編成や正体不明の結界チームもおすすめだぜ。新年のキャンペーンでドロップ率3倍となっているので大量に確保しちゃおう。ベニマリサの方は同じように今やっている福霊で手に入る公務の魔女の信念を装備させるといいよ。装備スペカの星属性の威力を 50% アップ。装備スペカの肉弾の威力を 50% アップ 1T。攻撃式が使用時に対象全体の要望を2段階ダウン 2T。同じように火力を高めつつ相手の防御力をダウンさせることができるぜ。ただ肉弾はラスワだけなので一つ作るだけでいいぜ。夜に咲く光星5とその手に触れる奇跡まで星5もおすすめだぜ。こちらは装備スペカの星属性の威力を 50% アップ 1T。装備スペカのレーザー弾の威力を 50% アップ 1T。があるのでスペルカードを強化することができるぜ。福霊が出たら手に入れるようにしていきますよ。さて、以上が新春青レイムとベニマリサの性能と相性のいいキャラの解説だぜ。さすがはロスワの主人公たちだけあってめちゃくちゃ強かったですね。ぜひ今回の授業を参考に引くべきキャラと編成を活用してほしいと思うぜ。私と同じように爆死させられた方はコメントで教えてくださいね。また新年やるべきことも紹介しているので一緒にこちらを見ていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。